こんにちは、ジャーネです。ビアリチカ岩塩港は電車で向かいました。絶好の快晴の日のバベル城、そして聖マリア教会、クラフク旧市街へも散策しました。ポーランドの絶対食べたかった伝統料理もいただきました。ポーランドクラフクの後編をぜひご覧ください。今日の朝食です。豪華です。豪華です。食材を買ってきたら美味しそうです。アパートはキッチンがあるので現地の食材も楽しめるし、コスパも最高です。朝日がいいね。クラフク駅から電車に乗ってビエリチカ岩塩港に向かいます。ディパーチャー、11時38分発、はい、プラットフォーム1です。5じゃないですよ、プラットフォーム1です。あ、2つあるんだ。11時38分。間違いないしましょ間違えちゃうね。う。入ってきても同じ時間帯の電車がある場合はきちんと確認しましょう。1、プラットフォーム1、プラットフォーム1です。相棒は全然見てません。プラットフォーム1になってます。こっちでホームに上がってきました。ほら、やっぱり2つあるのね。こんにちは、ジャーネです。はい、本日9月の17日です。今、ポーランドのクラフクにいるんですが、今クラフク駅から撮っています。本日の、クラフクの気温ですね、最高22度の最低12度になる予想になってます。本日は電車に乗ってこれからビエリチカ岩塩湖の方に向かいます。約1時間30分で着きます。21分です。乗車時間は。そうだったんだ。はい。21分で着くそうです。では行ってきます。行ってきます。電車もこんな感じで空いてます。検察の人がチケットを見に来ます。昨日オンラインで購入した QR コードを見せます。片道 6.5 ゾルティです。USB 充電コード、電源の場所はこのシートの下です。利用するには何か入力が必要なようです。クラフクからは一番楽な交通手段は電車で行くのがいいですよ。あれ押すんじゃない？うわ、眩しい。眩しい。初。どっちでしょうか。2つに分かれましたね。今これ乗ってきました。では岩塩湖に行きます。ここに駅があります。方向はこちらでしょうか。看板が出てます。はい、岩塩湖に着きました。トイレはこちらにあります。トイレは無料かな。岩塩湖の裏側には公園があります。ここはもちろん日本語はないので英語のツアーに並んでおります。これから、岩塩湖の方に入ります。結構、12時20分30分からの予約です。予約です。もうね、みんな結構並んでますね。はい、楽しみだ。楽しみです。はい。で、2回目でしょ。私は2回目なんであんまり普通です。普通とか言わないように。中寒いのかな、ちょっとわかんないんだけど。はい、薄着の人もいますし、いろいろです。すごいダウン着てる人もいる。はい。ビエリチカ岩塩湖はポーランドのクラフク近郊にある歴史的な岩塩鉱山でユネスコの世界遺産に登録されています。ガイドツアーのみ、日本語はありませんでした。私たちは英語のツアーで参加しました。中はかなり広いので心して行ってくださいね。本当に好かれました。この鉱山は13世紀から採掘が始まり、20世紀まで利用されていました。深さ地下327メーター、
全長 300km 以上に達する坑道が地下9層にわたって広がっています。観光客向けは 3.5km でした。ただし入った瞬間すぐ下にたどり着けると思っていた私は困惑しました。まだというぐらいひたすら階段を降りていくスタイルです。ここでかなり疲れが出ます。一旦休憩を取った後、今度はガイドさんの後をひたすらついていき、歩いて扉を開けてまた開けて立ち止まって説明を聞くという具合のスタイルで、途中には採掘の様子を再現した人形が現れます。また採掘道具も見ることができます。採掘後の空間に鉱夫たちが採掘道具を使って掘ったという岩塩の精巧な彫像が目に飛び込んできます。ハンガリーの銀河姫一生独身人形劇の始まりです。祈りと慈善活動に捧げる決心をしていたのに、ポーランドのモレスワフとの婚約が決まった。銀河姫は気乗りしなかった。ある時彼女はハンガリー王国のマラムルシの岩塩鉱の中に婚約指輪を放り投げてしまった。しかし結婚は両国の政治によって成立。銀河姫はポーランドへ移ることとなった。その10年後、ベーリチカ岩塩鉱で指輪が見つかった。ポーランドがハンガリーのマラムルシより輸入していた岩塩の一時置き場がビエリチカにあり、その岩塩の山の中から指輪が見つかったのだった。ヨーロッパ最大の岩塩鉱。ポーランド王国はこの岩塩礁からの塩の採掘を大いの事業とした。王国はこの塩の輸出で膨大な利益を上げ続けたという逸話でした。Salt which waited even映ってる。映ってますか？ちょっと怖いんで。また階段で。下見ないと。階段って。はい。結構足使うよね。90メーターの地下まで降りてきました。ツアーの途中でトイレ休憩があります。10分後に下で集合です。下で集合です。やっと来ました塩の宮殿。こちらはハイライトの聖金河礼拝堂です。岩塩鉱で働く鉱夫たちの安全を守るための礼拝堂として作られたとされています。この礼拝堂の驚くべきポイントはすべて塩でできていること、そして働いていた鉱夫たちが掘ったというから驚きです。礼拝堂では10分ぐらいの自由時間がありました。ツアーの参加者はおのおので写真撮影をしていました。地底鉱見学エリアに移動します。ここから塩。ライトアップしているので綺麗に見えますよ。シャンデリア、塩で一部できているようです。すごいです。木材を何本も束ねて強度を保っていることがよくわかります。ツアーの定番のお土産売り場も通ります。はい、一通りツアーが終わるとここの広場に通されて座って待っててって。音楽を聴きながら水辺のショーを眺めます。数分の音楽と光のショーですが、あまり見応えはありませんでした。何か雰囲気が変わってきたぞ。何のこったない。地下130メーターまで降りてきました。ここが、はい、最後の場所になります。ここで解散です。はい、ガイドさんが解散しますっていうので終わります。こちらが売店、とレストラン。こっちが本気の売店です。
23、そうですね。ああ。ここだ。レストランにはい、来ました。レストラン来ました。お、いい匂いがするって。いい匂いがするね。ドリンクだね。あ、あれが28、あれが22。あ、値段が出てるね。22とか。出てますね。あ、これが30、鮭が30。あとパンとか。これが野菜。サラダは13。バイババイバイ。下にもイ。バリバリ。教会があります。すごい勢いでみんな競歩大会のように速いです帰りは早いね。速い。だって足長いもんそうだね。日本人の足じゃない。我々より20センチぐらい長いです。そう速い速い。早いね。ガイさんも速い。出口にも、置き去りになったようなものが、もう展示。ここエレベーター立った気がする。やっとそうそう、この白いところが。やっ9人ずつエレベーターで上に地上に上がります。なんか非常に狭い感じだよ。あ、バッグを前に取るか。連結してんじゃない？連結してんの？うん。下も乗ってんじゃん。あ、本当だ。ジョインジョイントだよ。ジョイントしてんの。これしないとダメだよね。外側に扉開かないとね。すごい。いや、外側危ないじゃ。なんんか怖い。外側、ちょっと危ないんじゃない？あ、誰かいた。おお。ダオラダオラ言わない。言わない。私。はい、オッケー。はい。狭い。おー、これで来ました。いいです。エレベーターが上下に連結されているのがわかるかと思います。ビエリチカ岩塩港に今行ってきました。12時半からさっき入ったんですけど、終わったのがやっぱり14時37分なので2時間ですね。2時間、はいかかります。階段が多いのでちょっとね疲れるというか、歩きやすい格好で、そうあと来る前にやはり鍛えてきた方がいいですね。寒くなかった。暑いぐらいですこれ。暑い。ちょっと、全然寒くないです。はい。歩くのでね、寒くないです。歩くので階段降りるときにもう暑くなるから。中14度ぐらいですか。はい。はい。楽しめました。はい、楽しんできました。はい、皆さんもどうぞ。園内にアイスクリーム屋さんがあったので一休みします。疲れたね。ちょっと休憩しないとね動けない。でもねお腹空いた。どこで食べる？どこでも。例のランチ TU っていう皆さんもどうぞ。天気良くなくてよかった。天気いいもんね。よかったね。ずっと雨曇ってたりとかした。世界の車窓からです。タラッタタタタタタラシュ。はい、景色があまりよくありません。この列車は必ず検察が来るようです。自販機で買った切符を見せます。また TU バーに来ちゃいました。今日の定食はチキンカツです。なんか乗っかってる。あとソースが乗ってますが、チーズのあとスープは何でしょうかね。このスープで。玉ねぎが乗っかってんだ。これ。怒った。美味しい。クリームシチューみたいな豆のスープ。組み立ての家で来ました。めっちゃ美味しそう。ほうれん草となんだっけ、チーズ。餃子みたいな、ほとんど。餃子のなんか、いただきます。熱くて、皮もちもちで美味しい。全然違うでしょ、熱。出来たて美味しい。もちもちがすごいけどね。こちらでいただきました。安くて美味しくて雰囲気の良いお店です。ランチは3種類ありますが、遅くなるとなくなります。毎日通ってます。でもショッピングモールだからいいよね。10%。目が奪われるけど。ここで相棒が水ぶくれになったので消毒薬を買います。消毒液を買いました。このもう勘で買えちゃうからね。
駅のショッピングモールの3階に来ております。ドアですが。美味しそうなデザートが。そうだね。美味しそうなのありますね。そこそこメニュー。ドリンクはこれか。見たことないお店ですけど、ここはキッズのお店で結構可愛いです。23とか、朝食。この3階にはフードコートがあります。親子寿司という寿司屋もございます。アジアハング。でもご飯あいよ。駅のショッピングモールの3階のカルフールが売り場面積非常に大きいです。これだけの規模があります。今購入したのはこのスイートレッドです。方が甘いんだよ。これ？ぶどうも10なので400円ぐらい。ミックスを買おうと思います。うまく取れないと思いますが、月が非常に綺麗です。今日の3階でのカルフールのお買い物はこれだけです。全部でいくらでしょうか？じゃーん。60.07 ゾルティです。以上。お腹がいっぱいなんで。ワインで乾杯。皆さんも乾杯。甘い。スイートレッドっての買ったんで美味しいよ。甘い。お子様用みたいな。はい。オイルサーディンとモッツァレラチーズのトマト、ぶどうと、あとは乾き物です。カシュナッツ。どうですか？ぶどうをちょっと食べてみます。甘い。甘い。すごく美味しい。アパートの Wi-Fi と SIM カードの速度測定の結果です。このアパートはここにゴミ捨てることになっております。綺麗に整頓されてます。きちんと分別して捨てましょう。クラフク3日目の朝食です。これをアレンジしました。いいね。気持ちいい。気持ちいい朝だよ。気持ちいいね。今日快晴だよ。いや、この格好見てください。半袖。半袖。全然 OK です。今日は。長袖着てる人もいるけど、まあまあそこ。空気が乾いた日本の秋という感じです。気持ちがいいです。今日はこれから、市内散策行きます。バルバカン聖マリア聖堂とか、もう一回そうですね、バベル城の撮影にしに行きます。ずっと天気悪かったので。あと旧市街広場とか、だから散歩コースですよね。散歩コース。一日散歩します。はい。行けるようなお店。そうですね、老舗ホテル。すごい具が入ってるけど美味しそうだね。上手に作ってます。お姉さん上手です。公園にやってきました。はい、バルバカンに着きました。はい。じゃあ中の入ってみましょう。クラフクのバルバカンに来ました。ワルシャワの方がちょっと大きいかなって感じがしたけど、こちらも同じように防衛施設ということで、中世の城壁の一部として建設されました。15世紀に建てられて円形の形状が特徴で、周囲には堀がありました。もともとは侵入者から都市を守るための要塞として機能していたということです。門の中にはキリスト教会があります。バルバカンを背に見てまっすぐ目の前を見ると聖マリア聖堂があります。今工事中ですか？工事中ですね。はい。どうしよう、中入る。近くまで行ってみましょう。はい。広場に出てきました。はい、聖マリア聖堂です。織物会館が見えてきました。織物会館の中に入ってみましょう。14世紀に建てられた織物取引所で、数世紀にわたり商人たちの売買の場でした。現在はお土産売り場となっております。お墓は有名。それあれさ、グダンスクじゃん。
昔ながらの広場中央にある像はポーランド文学の父と称される19世紀のポーランドの詩人アダム・ミツキビッチです。ぼーっとしている相棒でした。聖マリア教会。広場の一角にある聖マリア教会。中心に位置しているだけあってとても立派な教会でした。ただ修復中で残念ながら綺麗な外観は見ることができませんでした。13世紀に建てられたゴシック様式の教会。内部は彫刻、ステンドグラスなどがあり、バベスワフ・エルスキによる壮大な祭壇も見られます。無料でもこんな感じで内部は見られますよ。聖ペテロ・聖パウロ教会、バロック様式の美しい教会で、17世紀に建設され、ポーランドの聖人たちに捧げられました。教会の外観は豪華で、白い石のファザードが特徴的です。内部には華やかな装飾や美しい絵画があります。特に祭壇や天井は訪れる人々を魅了します。今日は晴れておりますので再度撮影していきます。いい写真が撮れるじゃないですか。もう一度やり直しベベル城こちらのカフェで一休みです。ペプシコーラ1杯13ゾーティーでした。コーヒーじゃないところ。こちらでコーラいただきましたが、はい、トイレ近い人はぜひ。トイレ。中庭に行ってみましょう。前回と比べるとどうかな？全然違うじゃん。16世紀はルネサンス建築が流行していたので増築された回廊です。中庭では貴族の武道会などが開かれたようです。ビスバ川はポーランドで最も長い川で産業の重要な水路でした。川沿いを降りていきましょう。バベルの竜の像が見えてきました。バベルの洞窟に竜が住んでいたという伝説から時折火を吹く仕掛けのあるブロンズ像が設置されました。似顔絵かきを探しておりますが、もう皆さんも尊敬がしかこちらでも書いてくれるようですけど、3日間必要ということです。で、300ゾーティ、300ゾーティ。300ゾーティ。50を買おうと思います。はい。丁寧に撮ってもらうのお兄さんに。あ、いやいや。大野の人。ショッピングモールでランチを食べようと思います。目の前にあるビストロというお店で買いました。セルフィーサービスなので食べたいものが、相棒はこれです。はい。料金は1つで78.34 です。食べたかった。あって何ですか？パサパサ。嫌なやつ取ってきた。メカドだから。あ、すごいやっちゃった。あ、ここに骨が。美味しいね。やわかい。これはうまい。なかなか美味しい。の3階のカルフール。今日のカルフールの買い物はじゃじゃじゃん。じゃん。36.72 ゾルティです。夜はピザにしようと思います。雷が鳴って雨が降り出しました。虹が見えます。なんて滑舌悪い。9月19日、クラフクの朝です。今日は曇っています。ちょっと雨が降りそうな雰囲気です。昨日一日だけがいい天気でした。
何したの？駅から空港までうん電車よりうんフリックスバスの方が安いと思って予約したら、予約した途端に気づいたんですけど、ずっとこちらでゾーティーだと思ったらここだけユーロでした。だから電車の3倍以上しました。で、慌てて今キャンセルしました。はい。 60分以内だったら、うんなんか手数料うん非常に少なくて、うんできるみたいなんで、1ユーロぐらいの手数料だはいけでキャンセルできました。これ60分過ぎると、うん1人5ユーロとか取られるみたいです。皆さん気をつけましょう。この、通貨の単位は。すごい落ち込んでたじゃん。すごい分厚いピザです。約400円。では、このオーブンで焼いてみましょう。はい。どう？できました。できました。うわ、すげえ曇った。熱。よし、よし、そうだ。できました。はい、できました。ちょっと焦げすぎた。なんですか？ちょっとパンみたいだけど、サクサクしてて、チーズを結構乗ってます。これどうですか？このビール買いました。乾杯。乾ジュースで乾杯。手軽に温かいうちに美味しい。甘いね、このビール。まあ美味しい。ずーっと今日は編集していましたが、天気がだんだん良くなってきました。夕方になったら出かけてみたいと思います。おー、いい天気になってきたね。お空は綺麗ですよ。今日はおっとっとっと、大丈夫。つまずいちゃいました。クラフク最後の夜はポーランド料理のお店に来ました。あ、サイド？うん。今日はピスキエとあとピルスナーです。はい。とてもなんか感じのいいお店です。はい。はい。ポーランド最後の夜に乾杯。乾杯です。皆さん乾杯。うん。うん。美味しい。あ、美味しいこれね。フルーティーだ。うん。うまっ。団体さんより先に来るよね。あれ全部終わってからさ、どうしてもこれが食べたかった。今回食べてなかったもんですね。ポーランドのスープ、パン。うん。お、美味しそう。あるとことないところがあるんだよね。チーズ。うん。これなかなかないよね。ないない。はい。美味しそうです。なんとか調べて味付けましそう、た。あ、来た来た。ポークチョップ。よし。はい、パンケーキ。そしてチュレックです。こういう中が入ってます。ではいただきます。いろいろ入ってます。肉とか入ってる、ソーセージとか。少しね、やっぱりね、酸味の効いたスープって言ったから、あ、馬もうま。あ、これ絶対おすすめ。なんか店員さんがおすすめのポークチョップです。美味しそうじゃん。はい、いただきます。美味しい。うん、美味しい。すごい柔らかい。叩いてあるからさ、食べやすいんだよね。パンケーキはね、パンケーキ。でもこのサワークリームをつけて食べる。あっさりサクサクで美味しい。チキンじゃないの？ポークチョップ。ポークですよ。ポーク。こちら本当にこの酢漬けが多いです。はい、美味しゅうございました。食事の後は夜の中央市場広場を少し歩いてみましょう。広場ね、はい、人いっぱいだよ。最後の夜、ポーランドどうでした？ポーランドは、ポーランドでした。ポーランドね、意外と親日家が多いって聞いてたので、温かみがあって温和な感じがしました。で、ざわつきもそんなになくて、ホテルじゃなくてアパートメントを借りたので、すごくゆっくりできたよね。はい。で、オーナーさんやっぱりね、すごく綺麗にしてるので快適に過ごせました。はい。ありがとうございました。ポーランド。はい。明日はオーストリアウィーンに飛びます。ではこれからホテル帰ります。はい、帰ります。
月が綺麗な夜でした。